今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。さて皆さん、突然ですが日本で暮らしてみたいと思ったことはありますか？安全で清潔で便利でどこか安心できる場所、そんなイメージを持っている人も多いかもしれません。でも今日は少しだけちょっとねリアルな話をしていきたいなって思っています。日本で普通に生きることは実際にはどんな感覚なのか。独身、家族がいる人、収入、そして老後の生活、同じ国でも人生のステージによって見えてくる景色は少しずつ違います。今日はそれをゆっくり一緒に見ていきたいと思います。さて、はじめに独身の生活。一人で暮らす日本の生活はとてもシンプルです。一般的にはワンルームの部屋でコンパクトなキッチン、静かな夜っていうのが多いんじゃないかなと思います。朝はね満員電車に乗って、夜はコンビニでご飯を買って帰ったりとか、あとは結構ね時短レシピで料理する人も多いですね。もちろん大人なので自由で誰にも何も言われずに好きな時間に寝て好きなものを食べて自分のペースで生きられる。ただ同時に全てを一人で背負っている感覚もありますね。家賃、光熱費、通信費、毎月同じように支払いがやってきます。例えば日本で一人暮らしをする場合、だいたいいくらぐらい生活費がかかると皆さんは想像しますか？実は平均で約17万円ほどと言われています。確かにちょっとね考えてみると、例えば東京ですね、港区とか特別に高いところとかではない場合には、おそらくねワンルームのマンションが7万円とか8万円は最低するんじゃないかなって思いますね。特に女性の場合は2階以上が大事とか、ちょっとね水回りがきれいな方がいいとか、いろいろあるので、そういうのを考えるとやっぱり多分7万円とか8万円ぐらいはしちゃうかなって思いますね。そして水道光熱費なんですけど、個人的には1人で暮らしている場合も2人で暮らしている場合もそこまで大きな差がないように思いますね。私はお風呂が大好きなんですけど、なので1日1回ねお風呂に入るんだけど、もちろんお風呂の、水道代っていうのは高いけど、1人で払うのと2人でもお風呂は結構皆さん家族でシェアする場合は毎回沸かすんじゃなくて、よく体を洗った後にお風呂に入るので、お風呂のお湯自体はみんなで共有することが多いかなって思います。そういう意味で一人家族の場合でも4人家族の場合でもお風呂1回あたりにかかる水道の量っていうのはあんまり変わらないので、個人的には1人の水道光熱費も2人の光熱費もあんまり変わらないような気がしますね。体感としては1ヶ月にもろもろ合わせて3万円ぐらいかなって思います。そして食費に関しては、これはもちろん自炊をするタイプの人なのか外食をするタイプの人なのかにもよりますが、一人暮らしの場合、もしね毎日自炊をする人であれば、おそらく1日あたり1000円もねあればかなり十分に食べたりすることができるんじゃないかなって思います。もっと安いスーパーとかを利用すればですね、もっとね食費は抑えられるかなって思います。で今
家賃が8万円、そして水道光熱費3万円、食費が3万円、これで今14万円だから、残りの3万円がだいたい娯楽の自分の趣味のためのお金になってくるかなって思います。もちろん一つ一つは小さく見えても、それが積み重なるとね、決して軽くはないですね。贅沢をしているわけではないのに、なぜか余裕がないっていう方は少なくないんじゃないかなって思います。ただね、この生活を嫌いじゃない人も多いですね。もちろんだって日本は最低限の安全がかなり保障されているので、この生活に、不満を言ってたら多分どこの国でも生きることが難しいかもしれませんね。ただちょっとね、一人暮らしっていうのはやっぱ孤独を感じる時がありますね。はい。やっぱそれも一人暮らしの醍醐味かもしれません。はい。これが日本の一人暮らしです。さて、次に家族の生活について話したいと思います。家族ができると当然生活は大きく変わりますね。子供が生まれて守るものが増えていく。生活は自分一人のものではなくなります。例えば4人家族の場合、1ヶ月の生活費は平均で約36万円ほどです。独身の時に比べると倍以上に見えるかもしれません。食費、養育費、日用品、少しずつね、確実に増えていっていますね。ただ不思議なことにね、人数が増えても生活費は単純に倍になるわけではありません。同じ家に住み、同じものを分け合いながら、どこかねバランスを取りながら暮らしていますね。ただやっぱり子供の習い事とか学校の持ち物とか、家族としてのイベントとかね、そういったことがやっぱりあると、なかなかねお金がかかってきますね。最近日本では共働きの家庭がとても増えています。少し前のですね、私の両親ぐらいの世代だと結構専業主婦の家庭も多かったんですけど、それよりちょっと後のね、今40代とか30代後半ぐらいの方ぐらいからはもうね、共働きが当たり前になりつつあるかもしれませんね。はい。かなり毎日は忙しいので、結構ね、これは女性にとっての話かもしれないんですけど、やっぱりまだまだ日本では料理は女性がするものっていう、共働きであってもなぜか料理は女性がするものっていうふうに考えている男性が一部いるんですね。なので女性がね、料理をすることが多いんですけど、その中でやっぱり女性がね編み出した工夫としては、週末に食べ物の作り置きをするっていうことをやっている人が多いです。特にね、共働きでやっている人とか、家族がいて忙しい人は週末にたくさんの料理を作っておいて、平日はねそれを少しずつ食べていくっていうスタイルが多いかなって思います。はい。個人的にはやっぱり日本人ってすごいね、料理が好きな人が多いかもしれませんね。なんだかんだ。はい。日本は外食ももちろんすごく安いんですけど、例えばスイスとかだったらもう1食6,000円とか、アメリカだったら1食3,000円とかしちゃうところ、日本はだいたい1,000円ぐらいでね、何でも美味しいものを食べられると思いますし、そう考えるとね、かなり物価は安いんですけど、それでもやっぱり料理をする人が多いですね、本当に。はい。毎日は忙しいものの、やっぱりね、家族がいると、夕食の時間とか、みんなで夕食を食べ終わった後のテレビの時間とかね、ゆっくりしたね時間が流れるっていう感じで、大きな幸せではないんですけど、そこに安心感があるっていうのが、日本の家族の生活ですね。はい。そしてね、ここでちょっと、現実的な話をしていきたいと思います。最近ですね、日本では賃上げという言葉をよく聞くようになりました。実際に会社員の平均月収は約34万円ほどになっています。賃上げは賃金を上げるという意味、賃金が上がるっていう意味なんですけど、少しずつではありますが、確かにお給料が増えていっています。
ただね、ここで一つ不思議なことがあります。生活が楽になったと感じている人がそれほど多くないんですね。なぜかというと、一つは地域による差だと思います。東京では40万円を超える一方で、地方では26万円ほどの地域もあります。同じ国の中でもね、かなり大きな差があります。これはね、個人的な経験になっちゃうんですけど、東京のやっぱり、主に家賃がすごく高くなっていると思います。先ほどね、ワンルームマンションだいたい7万円から8万円で住めるって言ったんですけど、多分田舎だったら3万円とかね、4万円とかで住めると思います。2人暮らしの場合には、ある程度のね、広さが必要になってくると思うんですけど、だいたい新築で綺麗なね、マンションに住みたいと思ったら、だいたい20万円ぐらいかかってくるような気がします。そうじゃない場所だと、何かしらね、問題があったりしますね。すごく駅から遠いとか、築年数が、30年とか、それぐらいになっているとか、あとはちょっと事故物件とか、わかりませんけど、いろいろね、そういう問題がいろいろあったりしますね。なので、やっぱ地方と比べて東京はすごく家賃が上がっているので、その分ね、月収が高くなっているというふうな気もしますね。はい。あとはですね、働き方による差もすごくあるような気がします。正社員と非正規雇用ではですね、月収にして約10万円以上の違いがあります。またね、会社の規模によっても大きな差があるかなって思います。つまり数字としては上がっているんですけど、その変化を実感できる人とできない人がいる。それが今の日本かなと思います。そしてもう一つ、多くの人はそれをあまり口にしません。大変だとかね、苦しいとか、そういう言葉を使わずに静かにバランスを取りながら生きているような気がします。結構今やっぱり若い世代の中で一つ問題になっているのは奨学金の返済ですね。結構ですね、奨学金と一言で言っても、返済しないといけない奨学金と返済しなくていい奨学金があります。そして日本はかなりね、返済しないといけない奨学金が多いんですね。もちろんね、借り入れの総額とか利率にもよるんですけど、一般的に奨学金の返済っていうのはだいたい月にですね、1.5 万円、100ドルから1.7 万円、110ドルぐらい、返済期間が約14年から15年っていう風にね、期間で返済することが一般的ですね。結構私の知り合いでもですね、本人が知らない間に親が勝手にね、奨学金を申し込んで、そしてそのお金で大学に行って後から知らされたっていうパターンもあるんですけど、さっきね、平均給料が34万円って言ったんですけど、34万円丸々がもらえるわけではなく、私たちはかなりね、税金を払うんですね。だいたい34万円だったら手元に残るのは24万円とか25万円ぐらいかもしれませんね。そしてその中の1万5千円、そしてその平均の生活費17万円っていうところがあると、そんなに余裕はないんですね。そして今はNISA っていう制度、積み立て NISA って言って、その自分のお給料の、貯金をしておくんじゃなくて、日本人は老後の年金にあまり期待ができないので、各自ね、投資をして資産を増やしておきましょうっていう国の制度なんですけど、NISA を毎月やっている人とかだと本当に自由に使えるお金がないんですね。はい、なので結構若い世代、特に東京で暮らしている若い世代は、先ほど言った賃上げがあったにもかかわらず、割とね、余裕がない生活を送っていたりもします。日本ではだいたい60歳、最近はちょっとね、これから65歳以上になったら定年できると言われているんですけど、
ですね、じゃあその老後の生活はどんななのかというとですね、実は定年後も働き続ける人が多いです。例えば65歳から69歳のうち、およそ半分以上の方が何らかの形で働いていると言われています。実は70歳を超えても働いている人は少なくありません。最近ですね、私は、私いつも、家ではですね、車を持っていないんですね。なので、電動自転車を使っていました。そしてですね、最近鎌倉ではかなりね、自転車の取り締まりが厳しいんですよ。はい。私が子供の頃なんかみんなその辺にね、駐車してたんで、私も子供の時のノリで時々その辺に駐車しちゃったりするんですけど、よくね、切符が貼られています。そしてその切符がどうやら、2回ね、見回りチェックをされて、そこに見事当てはまってしまうと、そのまま自転車がレッカーされて、駅からすごく遠いところに連れて行かれるっていうことがありました。はい。3日ぐらい前なんですけど、私がね、友達の、浅草で人力車をやってる友達に会うために、ちょっと上野の方に行ったところ、ちょっと朝から止めてしまっていたんですけれども、その間にですね、その方たちが来てチェックして、私の自転車を取って行かれました。私はですね、そこの場所まで赴いてですね、2000円ほど払わせていただいて、自転車を、なんとか回収することができたんですけれども、びっくりしたのは、そこで働いていた人たちが皆さん白髪でですね、もう70歳超えてるか、少なくとも65歳以上だろうなっていう、おじいちゃんたちなんですね。ちょっとね、そんなおじいちゃんたちに自転車を運ばせてしまったのは本当に申し訳ないなと思いつつ、おじいちゃんに大変な仕事させないでよっていうちょっと気持ちもだんだん芽生えてきましてですね。はい。結構そのシニア世代の方がやられている仕事っていうのは、なんというか結構肉体労働が多いですね。そういう自転車の、駐禁の取り締まりだったりとか、駐車禁止の取り締まりだったりとか、あとは江ノ島電鉄っていう素晴らしい電車があるんですけれども、そこの一つの一番有名な駅になっている鎌倉高校前というですね、駅があるんですけれども、そこに最近はオーバーツーリズムの影響で、ガーディアン、守衛さんというかガーディアンの方がいらっしゃるんですけど、その方たちを見てもかなりね、皆さん年上ですね。はい。なので、やっぱそれぐらいの年齢で働かれている方がすごく増えている印象があります。じゃあその理由は何かっていうとですね、一つはもちろん収入のためですね。やっぱり年金だけでは少し足りないと感じる人も多いようです。日本の公的年金の平均受給率はおよそ月に14万円から15万円ほどと言われています。生活できないわけではありませんが、ただ余裕があるとは言えません。実際にですね、仮に老人ホームとかに入るってなると、14万円は正直足りないと思います。私の、そうですね、家族が老人ホームに入った際には、やっぱり月にだいたい25万円ぐらい、家族はですね、個室に入ってたってこともあって、ちょっと高かったんですけど、ただ個室のケアで、食事付き、そして面倒を見てくださるっていうところはあるんですけど、ただ25万円に対して、年金15万円っていうのはね、足りなさすぎると。で、やっぱりそうですね。自分がね、いくら、ストックしとかなきゃいけないかって、正直自分たちで分かんないじゃないですか。だっていつまでね、長生きできるかなんて誰にも分からないし。だからやっぱちょっと老後にね、余裕がないと不安ですよね。そういう意味で、働き続けるっていう人が結構多いような気がします。あとはやっぱり年金をもらうタイミングをちょっと遅らせることで、年金の額を少しでもアップできるんですね。なのでこの14万円っていう数字も、多分ね、60歳からもらったというよりかは、もうちょっとね、年上になってからもらった。もう70歳とかね、
超えてからもらったっていうケースに関しては、そりゃ値段高くなりますよねっていう感じですね。はい。あともう一つの理由はですね、やっぱり社会とつながっていたいという気持ちがあるのかなと思います。毎日誰かと話すこととか、自分のね、役割が社会の中にあるっていうことが、生活のリズムを作っているのではないかなと思います。日本ではですね、昔から働くことっていうのは単なる収入ではなくてですね、生き方の一部として、続いている人も多いです。これはもしかしたら、聞いたことがあるかもしれないんですけど、日本にはね、生きがいっていう、概念がありまして、自分の、生きているモチベーションのようなものですね。それを感じられると、やっぱり元気に働いていられたりとか、仕事の中にその生きがいを見出せると、やっぱりなんというか人生がね、すごく楽しくなりますね。はい。なので昔から、生きがいを持って働いている人が多い印象がありますね。はい。やっぱり静かでね、変わらない生活っていうのを、それを大切にする生き方っていうのも日本にはあります。ただその一方でやっぱりね、定年後に今まで旦那さんがね、外で、働いていたのに、急にね、家に帰ってくるようになって、ちょっとね、なんというか、今まで自分の時間とスペースがあった奥さんがちょっとね、なんかペースが狂うなって思う人たちもいるようなので、老後もね、趣味とかを持ち続けて、やっていくのがいいんじゃないかなって思います。ただもちろん日本にはね、やっぱ別の安心がありますね。それは医療制度や治安の良さですね。一般的に日本の医療制度では、国民は約ね、3割だけを負担すればいいというふうに言われています。私のパートナーもですね、ちょっと入院するような大きい手術を受けたことがあります。だいたいね、手術と、あとは入院を、病院で1週間の入院をして、3食ね、すごく健康的な食べ物を用意してもらって、それを食べて、あとリハビリをしたり、毎日ね、お医者さんがチェックしてくれたりっていう、そんなね、数日間を過ごしたんですけど、多分アメリカだったら100万円ぐらいするような手術が、だいたい20万円ぐらいだったのかな、で済んだっていう、経験がありますね。日本のやっぱり医療制度はかなり高いと思います。アメリカと違ってやっぱ入院する日数が多い気がしますね。アメリカではその妊婦さんとかがね、お子さんを産んだ後数日後にもうすぐに退院していくっていうのを聞いてちょっとびっくりしましたね。日本では多分1週間ぐらいは入院してるんじゃないかなって思います。はい。そういうふうに考えるとやっぱりお年寄りには優しい国かもしれませんね。はい。さてちょっと今日のまとめをしていきたいんですけど、こうやってね見ていくと日本の生活は数字だけでは語れないものがありますね。17万円でも36万円でもやっぱりそこにあるのは同じように続いていく日常とね、やっぱ少しずつ調整しながら生きていく感覚かもしれません。日本はですね、特別に安い国でも特別に高い国でも正直ないんじゃないかなと思います。やっぱりそこにあるのは安心と我慢のバランスですね。大きな幸せではないですが、小さな安心が毎日続いていく。それが日本で普通に生きるということなのかもしれません。もしこのね、生活リズムを好きだと思ったら、日本での生活も悪くないかもしれませんね。皆さんは日本での生活に少し憧れますか？それとも皆さんの国での生活の方がいいなって思いますか？でもね、私このチャンネル運営してる上で結構日本に住んでいる人が多いみたいですね。もしかしたら日本に住んでいる海外の方なのかもしれませんが、もしね、日本に住んでいる方がいたら、どんな生活を皆さんがされているかね、ぜひコメントで教えてください。そして皆さんの国との、比較もぜひあればとっても嬉しいです。ということでね、いつも動画を見てくれて本当にありがとうございます。皆さんからのコメント、そしていいね、シェアなどね、本当にいつも励みになっています。ちょっと今日はですね、両親の家から失礼したので、猫耳のヘッドホンがないことに皆さん気づいていたかなって思うんですけど、おそらく次回は、
猫耳ヘッドホンつけて、動画撮りますので、ぜひ楽しみにしていただければなって思います。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。